あなたはいかなる時でも正常な判断ができると言い切れますか？遡ること11年前の2011年9月、中国河南省洛陽市が今回の舞台。あるマンションの薄暗い地下室で4人の女性が1人の男を出迎えていました。お兄様、お兄様、今日もたっぷり可愛がってやるからな。女性たちに出迎えられた男の名は李ハオ。妻子を持つ公務員で同僚からは真面目と評される人物でした。彼を慕っている女性たちは李ハオの兄弟なのでしょうか？違うんです。実は女性たちは全くの赤の他人なんです。しかし彼女たちがこの男に絶大な信頼を寄せていることはその様子から明らか。今日も彼女たちは李の指示にためらいなく従い、あるものを埋めていました。それは昨日まで一緒に生活していた女性の遺体だったんです。マンションの地下室で行われていた凶行の数々。なぜ女性たちは李ハオの指示に従い続けたのか。そこにあったのは追い詰められた人間たちの極限の心理状態だったんです。おざす。5等分の花嫁の映画最高でした。ケンちゃんです。トップガンも面白いらしいわよ。レミエミコです。本日ご紹介するのは恐ろしいんですがね、中国の地下室で起こった監禁事件についてなんです。地下室持ってると思うね。研究所とかってこと？そんなイメージもあるんですけど、実は違うんです。今回事件を起こしたのは一般の男性なんです。一体これはどんな事件だったのか、早速見ていきたいと思います。謎の地下室。遡ること11年前の2011年9月上旬、中国の河南省洛陽市が今回の舞台。一人の女性から洛陽警察署への通報がありました。助けてください、今男にマンションの地下室に監禁されているの。女性は命からがら逃げ出してきた様子でした。警察が急いでマンションの部屋に駆けつけたところ、なんとそこには巨大なホラー穴が掘られていたんです。なんだこれは。その深さは地下6メートルにも及んでいました。巨大なホラー穴に入っていくと、そこには鉄格子に囲まれた地下室が。臭い。地下室は鼻をつく異臭に包まれていました。鼻を押さえつつ地下室に突入した警察官の目に飛び込んできたのは3人の女性の姿。大丈夫ですか？とっさに声をかけた警察官でしたが、女性たちは不思議そうな顔でこちらを見つめているだけ。彼女たちは本当に監禁されていたのか？警察官も違和感を覚えるほど女性たちには助けを求めようとする様子が見られなかったんです。そして次の瞬間、警察官はもう一つこの部屋の明らかに不自然な点に気がつくんです。なぜここだけ土が盛り上がっているんだ？地下室の一部に妙な土の盛り上がりを見つけたんです。立ち込める異臭もそこからのもの。警察官の脳裏に嫌な予感がよぎります。恐る恐る地面を掘り返すと、そこに埋められていたのは女性の遺体。救助された3人と合わせ埋められていた2人の遺体もこの地下室に監禁されていた女性のものでした。一本の通報からとんでもない事件発覚したわね。そうなんですよ。周辺のね、住民含めて誰も気づいてなかったです。ゾッとするわ。そしてこの後、監禁していた男がついに逮捕されるんですが、この男の犯行目的がまたね、卑劣なものだったんです。事件の発覚から約48時間後、警察は李ハオという男を逮捕しました。李は地下室に女性たちを監禁し、アダルトサイトを通じた売春を強要し、金儲けをしていたんです。さらに女性たちをまるで奴隷のように扱い、性的暴行を繰り返していました。女性たちはこのような過酷な環境下で約2年間李に尽くし続けていたというんです。しかし保護された後の事情聴取で女性たちは驚くべき反応を示します。李ハオによって監禁されていた女性たちは彼に対して好意的だったんです。彼は決して極悪人ではありません。いいところもあるんです。私たちが騒いだり喧嘩したりしたから罰を与えなきゃいけなかったんです。なんと女性たちは口々に自分たちの自由を奪っていたはずの李をかばう発言をしたんです。どういう心境なのか理解できないんだけど、長い間監禁されてたんでしょ？実はね、女性たちはストックホルム症候群というね、状況下だったんですよ。ね、アルゴメトリーでもね、何回か取り上げてるんですけど、ただね、初めて聞いた方もいると思うんで、本日のメトラキーワード、ストックホルム症候群について。ストックホルム症候群とは、誘拐事件や監禁事件などの被害者が過度のストレス下で犯人と共に時間を過ごすことで、犯人に好意を抱いたり恩義を感じたりする現象のこと。1973年にスウェーデン・ストックホルムの銀行で起きた立てこもり事件で、人質にこの現象が見られたことから名付けられたんです。ストックホルム症候群に陥った被害者は全く無意識のうちに犯人に好意的になり、その状態からなかなか抜け出せなくなるんです。さらに犯行を手伝わされるなどの行動があれば、その心境はより強固なものとなるんです。2年もの間さ、過酷な環境にその犯人と一緒に過ごしてると、犯人に特別な感情が湧いちゃうのね。僕ら同じ状況を味わえるわけでもないし、味わいたくもないんで、彼女たちのね、そんな心理状況っていうのを心の底から理解しようと思ってもできないんですけど、そもそもこんな卑劣な犯行を犯しておきながら、彼女たちに慕われていた李ハオという男、一体何者なのか、そして彼がどのように犯行計画を進めていったのか見ていきたいと思います。秘密の計画。
リ・ハオは洛陽市で公務員を務める34歳の男。10歳年下の妻と一人息子がおり、夫婦仲は良好。毎日定時に仕事を終え、飲み会にも参加せず帰宅し、家庭を優先するイクメンでした。その仕事ぶりも同僚からは真面目で通っていたんです。性格も特に目立ったところはなく、学生時代から休み時間に友人とも話さず、ホラー小説を読んでいるような内向的な少年だったというんです。ただ、同窓会で久しぶりにリと会った同級生は、その性格からは意外なこんな一言を耳にしていたというんです。もっと金を稼ぎたい。収入格差の激しい中国においても比較的裕福な暮らしをしていたリ。しかし彼はその生活に満足のいかない様子を密かに覗かせていたんです。平凡でも夫婦仲いいってだけで幸せだしさ、全然そんなね、犯罪おかしそうな性格には見えないけどね。周りからね、そう見えてたってことですよね。おとなしそうにね、見えていたことにも実は理由がある。今よりももっと裕福な暮らしをしたい。そう憧れを抱いたリは真面目な公務員の仮面の裏で知られざる計画を着々と実行に移していました。2008年、リは妻の名義を使い、とあるマンションの一室を契約します。公務員だったリは現在の部署に配属される以前、消防士として働いていました。その時、レスキュー業務の一環で身につけた掘削の技術を用い、このマンションに地下室を掘ろうと考えたんです。そして2009年8月、リは地下室用の穴掘りを本格的に開始。夜な夜な穴を掘っては土が入ったナイロン袋をバイクで運び出す。そんな生活を繰り返していました。新しい部署に変わってから泊まりがけが多いわね。お仕事忙しいの？いや、何のことはないよ。警備の仕事だから夜中に急に呼び出されることも多くてね。職場の近くに泊まってるんだ。リが定時で退勤していたのも飲み会に参加しないのも全て地下室を作る作業のため。家族には部署が変わったと嘘をつき、彼は毎晩人知れず監禁部屋作りに勤しんでいたんです。怖すぎるだろ。覆面だなんてとんでもないじゃないの。これお金が欲しいならさ、そういう穴掘る時間使ってバイトでも何でもすりゃいいじゃない。まあそうなんですよね。自分でこうちゃんとまっとうに稼ぐべきなんですけど、彼は自分がこう稼ぐより女性をしかも使ってですよ。使ってって言い方は本当に良くないんですけど、ある意味そういうことなんですよ。監禁して働かせて、その女性たちが送っていたね生活っていうのは想像を絶する劣悪な環境だったんです。地獄の生活。穴掘りが始まった2ヶ月後の2009年10月、リは監禁の最初のターゲットとなる女性を探し始めました。アダルトサイトを通じて金儲けをするためには、なるべく容姿の整った女性を連れてくる必要があります。そこでリが目をつけたのは、ナイトクラブで働くホステス。君は本当に可愛いね。今日この後同伴お願いできないかな。ナイトクラブに客として赴いたリは、同伴の体でホステスを店の外へ誘い出し、そのまま拉致していたんです。水商売の世界では、ホステスが急に出勤しなくなったり、連絡が取れなくなったりするのは珍しくありません。リは2年間で6人を拉致しているんですが、業界的には急に失踪したとしてもおかしな人数ではなく、疑われることもありませんでした。ホステスなら疑われないし、そういうアダルトサイトで働くのの容姿もクリアできるってこと、ほんとずる賢いわね。その脳みそをさ、別の方向に使ってほしいですよね。いつも思うけど。そしてこの地下室に連れてこられてしまったね女性たちは一体どんな生活を送っていたんでしょうか。地下室に響くのは女性の咳込む音。地下室には通気口となるチューブがいくつか通されてはいたものの、換気の悪さと湿気で空気は常によどんでいました。水道も通っておらず、排泄物が溜め込まれており、部屋一面に悪臭が漂っていたんです。女性たちへの食事は2日に1度与えられるだけでした。これもリの策略の一つ。鉄格子を設けて勝手に出入りできなくしているとはいえ、女性たちに体力があれば結託して脱走を考えるものが出てきてもおかしくはありません。そのためリは女性たちをなるべく衰弱させておく必要があると考えたんです。めちゃくちゃ悲惨じゃない。本当に2年もこの環境で暮らしてたっていうの？信じられないですよね。そして女性たちは当然ただ閉じ込められていたわけではないんです。この監禁部屋で女性たちはただアダルトサイトの配信をさせられていただけではありません。おい、お前らも早く手伝え。もっとスペースを広げて仲間を増やしてやるからな。そう、監禁が始まってからもリは穴を掘り続けていたんです。この重労働を課せられていたのは何を隠そう、監禁されていた女性たちだったんです。無理やりアダルトサイトの配信をさせられ、その合間に待っているのは大の男でも答えるような穴掘りの重労働。さらにはリ自身も欲求を満たすため、女性たちには性的暴行が日夜繰り返されていきました。散々放置しても一切見返りのない地獄の日々。そんな生活を強いられていた彼女たちは、監禁が長引くにつれとある変化が起こっていました。リが呼びかけると全員が同じ反応を示すようになっていたんです。おい、今日はお前らこっちへ来て俺の相手をしろ。はい、お兄様。監禁されていた女性たちは全員親しみを込めてリのことをお兄様と呼ぶようになっていたんです。なんでそうなるのよ。ストックホルム症候群のせいってこと？ストレスとかで頭おかしくなっちゃっていい人だって錯覚しちゃってんじゃない？犯行をね手伝わされたり、強いストレス環境下だとねストックホルム症候群にかかりやすいとは言われてるんです。穴掘りをね手伝わされたっていうのは犯行を手伝ったことにもなるんで、それも理由の一つなんですけど、ただねそれだけではないんです。恐怖の洗脳。
長く監禁生活が続く中、女性たちはリに対し通常は抱くはずもない感情を抱くようになっていた。お兄様は私たちの面倒を見てくれている。お兄様に逆らってはいけない。彼に気に入られたい。なぜ彼女たちはリに対しここまでの好意を抱いているのか。この日、その理由が明らかになるとある出来事が起こった。私はお兄様のお気に入りなの。あんたなんかお呼びじゃないわ。何よブス。私の方がお兄様に釣り合ってるわ。あんたにお兄様の何がわかるのよ。お兄様も何とか言ってやってください。呼びかけられたリはこう答えた。うるさい女は嫌いだ。大好きなリにそう言われては女性たちも黙るしかない。いや、正確には黙らされたと言っていいだろう。なぜならリは次の瞬間、口論していた片方の女性を殺したから。殺した女性の遺体はそのまま地下室の地面に埋められた。埋めるのは全て残った女性たちの仕事。リに少しでも逆らったり気に障ることをしたりすれば殺されてしまう。殺された女性を自分たちの手で埋めることで、その恐怖は女性たちにとってより強固なものになっていくんです。ただでさえ地獄のような暮らしの中、死の恐怖にさらされた女性たちは極限まで追い詰められていたんです。まさかさ、地下室に埋まってた遺体2つってそういうこと？そうなんです。リはね、こんな強固なね、支配体制を敷くことで女性を洗脳してたんですけど、ついに終わりを迎えるんです。リが女性を監禁し始めてから2年経った2011年9月。助けてください。今男にマンションの地下室に監禁されているの。リが監禁していた女性の一人から警察に通報の電話が入ります。この頃、リはアダルトサイトの稼ぎが意外と少ないことに苛立ち、女性を数人連れて新たに露天商の仕事を始めていたんです。そうして外に連れ出された際、女性の一人がリの隙を見て逃げ出してきたんです。通報した女性はリが監禁していた6人の中でも最後に監禁された女性でした。彼女が監禁されていた期間は2ヶ月とまだ短く、洗脳もされていなかったため助けを求めることができたんです。通報によってリは逮捕され、女性たちの長く辛い監禁生活にも終止符が打たれることになりました。逮捕されたリに下された判決は死刑、殺人に強姦、不法拘留、売春の組織化など、その罪状は多岐にわたるんです。監禁されていた女性たちは遺体の遺棄などに関わっていたことで懲役3年の刑に。彼女たちは監禁生活から抜け出してもしばらくリのことを慕うような発言をし続けていたというんです。人は理不尽な状況に置かれるとどうしようもない事態から目をそらすため、都合よく事実を塗り替えてしまうことがあるんです。自分は絶対に騙されない、大丈夫だ、そう思っていても悪い人間に騙されてしまう機会があることは誰にとっても他人事ではないはずなんです。